大工道具って白さんってないんですよね。対摩耗性に弱いんで。そこは逆そうなんです、そうなんです。はい。木に対して直角に当てて思いっきり引っ張って熱を出るんですよね。もうチンチンに熱なるんですよ、先にピシュッていくから。そうなんですね。で、摩耗性大事なんですよ。でも炭化物なさすぎて、白酸とか、もう一発で切れなくなるんですよね、熱でやられて。だからこういう鋼を使わないので分からないです。まあとりあえず理屈としてはこういうことですよね。その炭化物が別にね悪なわけでは全くなく、まあこれも用途の話で、ね、瞬間的な切れ味で言えば白さの方が出る可能性が高いのはやっぱ味の面でも間違いないのかなと。で、まあその炭化物が少ないことによって、まあトップに並ぶ。まあ、その炭化物の量が少なかったり、炭化物の硬さが果たして本当に同じなのかどうかっていう議論も出てくるのかもしれないですね。なので、まあ、そういうところで、まあ、鋭利になりやすいっていうのは、まあね、書かれてる認識で、まあ、合ってるんじゃないかなとは思うんですけど、ただやっぱりまあ業務的な話で言うと、やっぱりすぐ切れなくなるっていうのはもう超有名です。そりゃそうっすよね。はい、そうなんです。まあ、炭化物が決して、ね、その長切れに影響するのかしないのかって言ったら間違いなくするんですよね。だから炭化物があった方がいいのはもう間違いないんですけど、炭化物の量とやっぱりマトリックスとのもう分布の問題ですよね。分布の問題。だからまあやっぱり今度はこの白さになると炭化物が少なすぎることによって今度長切れしない、っていう問題を作ってるのかなと思いますし、あとはやっぱり炭素の量によってまあやっぱりマトリックスが硬いっていうのもやっぱり長切れする要素もあるので、やっぱり刃先がぐにゃっと圧力に負けて曲がっちゃうとか、まあ、いろんな要因で刃先っていうダメージを受けるっていうのももちろん事実なので、だからやっぱりまあそういう鋼材であればあるほどやっぱり仕上げた時にはめっちゃ切れるんですけど、その実用たるのかっていう話になるとちょっとハテナが強い。まあ具体的にお寿司屋さんでいうと1回転目と2回転目があった時に1回転目でもう厳しいっていう評価をもらいますね。1営業どころか1日どころか、まあ、営業の半分ぐらいしかちょっともう切れないっていう風になる可能性もあるので、日本刀で言えばもっと低炭素な可能性があるわけですよ。 0.6% とか言われてたりするので、0.6 とかさ、低いやつは 0.4 とかいっちゃいますからね。っていうところで考えた時にやっぱり究極の切れ味っていうのは確かにそういう低炭素であることが寄与している可能性は高いなとは思う反面、あれは両刃であり厚みだからこそそのトータルパフォーマンスが得られてるんじゃないかっていうのを感じることはあるんですよね。まあ、形状が結構あると思います、こうですからね、基本的な形が。でもこれをじゃあ柳刃にしましたって言った時に持つのかって言ったら、玉鋼の出刃包丁持ってるんですけどやっぱり持たないですね。もう骨に負けて歪むんじゃないかっていう、なるほど。炭素が少なすぎる玉鋼ですか。まあでも厳密に言うとね、やっぱり玉鋼ってもうかなりそのブレがすごいんで、本当の意味で何パーセントかっていうのは確定してるものではないんですけど、まあ自分でそのちょっとある方からいただいた玉鋼の出刃はやっぱかなり低炭素だなって感じですね。それは持たない。まあ持たないような気がするな。っていうのでね、なのでまあ低炭素が切れるけど低炭素は包丁にはちょっと鋭角すぎるだったり、まあ型場になるとちょっとしんどい、まあそれだったらまあ中とフィニッシュとかでちょっとノコギリ少し大きめにしてやっぱり長切れをちょっと作るとかっていうのが必要になるのかなって気はしますね。